こんちは。4G を自由にプレイ、パート8です。今回は全然使ってないテオ用の双剣前セットを試していくよ。武器がレベル1のままだったので、まず強化します。水属性の発掘双剣ですね。匠40、スロ2の水双剣です。スペックはそれなりに高くまとまっています。これ、見かけ上のスペックはいいから組んだんだけど、ろくに試したことないんだよな。テオ用とは言っても、そもそもテオに水はあまり有効とは言えませんからね。頭と前足以外は通りが悪いんだよね。双剣だと後ろ足くらいしか狙わないからな。で、スキルはこちらです。テオ用手数武器のスタンダードって感じですね。スキルは特に不足を感じないね。それじゃあ、やっていこうか。クエストはこちらの140テオになります。双剣が掘れるので、いろいろちょうどいいですね。猫飯は無難に剣魔術でいいかな。最近研究家があるんで、毛づくろいは不要だよ。手元にタイマーも置いてと。じゃ、レッツゴー。ではやっていきましょう。まずは種と競争薬を飲んでいきます。最近、1から攻略シリーズと合わせて双剣よく使うから、以前よりはうまく立ち回れると思いたいな。対手を効率ではどう考えてもコンに勝てないですが、せめて15分以内では終わってほしいですね。装備とか属性を考えるとギリギリな気がするな。コンでやるときは挑戦者にもあるからな。とにかくやれるだけやってみよう。双剣もひたすら後ろ足だけ殴っていくぞ。ヒイカリの後ろ足は切断45、水10ですね。肉質としてはちょっと渋いです。テオって水、氷、竜が有効ってイメージあるけど、実はそれぞれ有効部位がバラバラなんだよな。肝心の後ろ足で通ると言えるのは氷だけだね。他2つは頭くらいしか狙えないしな。あ、テオくん怒り状態入りましたね。これでさらに肉質が変化します。後ろ足は物理55の水5ですね。こうなると属性はないも同然です。これ、対テオで水双剣を担ぐの普通に悪手だよな。物理性能がちゃんとしてるからまだいいけど、マルチ前提で組んだセットだから、ある程度頭も狙うつもりだったんだろうか。組んでセットしたのは自分なんですけどね。数年前のことなんで覚えてません。体験以外だとギルクエの水って微妙なんですよね。全身に有効な相手がなかなかいません。水弱点の奴らも頭以外通りづらいことが多いからな。せめて 15% は通らないと有効とは言えないね。対テオの怒り状態だと頭か前足だけですね。上半身は危険すぎて殴れません。おとなしく物理が有効な後ろ足に張り付くこととします。幸い、小回りは吹くから立ち回りはしやすいね。ひるみもよく取れるはずだ。注意すべきなのは、擬人化してない時に粉塵でこかされることだね。特にバックジャンプの粉に引っかかると危ないですね。ノバが来たら終わりです。そのため、基本的に競争薬を切らすことができません。アイテム周りの負担もちょっと痛いです。この辺も、総中根の方が優れてるね。3色維持してりゃ、のけぞりも軽減だからな。隙は双剣の方が小さいけど、根は慎重にやっても十分な火力が出るからね。肉質的にもテオは物理が有効ですからね。根のモーション値の高さも合っています。氷のゴール双剣でもあれば、もっと速いのかな。持ってないから確かめようがないわ。生産の氷双剣は全部パッとしませんしね。で、怒り以降から100秒経ったので、スパノバですね。手元のタイマーは1分32秒くらいにセットしてました。テオ戦はこれがちょっとめんどくさい。怒り以降のたびに小指でスマホ操作してるよ。クエストの残り時間で確かめる方法もあるんだが、夢中で攻撃してると忘れることもあるからね。どちらにせよ、手を止めて確認の必要ありますしね。ちゃんと測ることをお勧めします。スパノバ、思ってるより範囲広いからね。持続も長いから緊急回避のリスクがある。それに直前でタイマーが鳴れば、攻撃を止めて砥石や回復のフェーズにも使えますね。対テオは手数がたくさん必要なので、この時間をうまく活用していきましょう。で、早速だが、2回目の怒りに入ったな。最初の2回は早めだね。モンスターは残り体力によって起こりやすさが変わりますが、テオはそれを実感しやすいですね。もちろん、怒り状態は手強いですが、ヒイカリは炎をまとってるので、やりづらいんですよね。こいつの龍炎のダメージって結構バカにならんからね。ブレスでも重ねられたら普通にオツもあるよ。粉塵爆発も近距離パターンは手を出しづらいし、怒り状態の方がやりやすいね。肉質的にも攻めやすいですからね。ハイリスクハイリターンな作りになってます。さて、体力がちょっと減ってるな。回復を優先するように心がけてるよ。
体力満タン付近ならほとんどの攻撃を耐えられますね。削られた分は戻しておきましょう。欲張らないことと体力管理はモンハンの基本ですが、テオ戦だと特に重要な考え方ですね。削りプラス大技1回くらいなら、なんとか耐えられる攻撃力だからね。もちろん、削りの大きさにもよるが、体力が多いから安全に立ち回っていこう。テオの体力は全ギルクエモンスの中でナンバーワンです。2位のジョーと比べても1000以上多いですね。なんと、ラージャンの 1.5 倍以上あるよ。2等クエで減らすこともできないね。肉質が柔らかいので体力ほどタフに感じませんが、ちょっと多すぎじゃないかと思うことがありますね。MH4 の時は確か真ん中くらいだったと思うので、4G でだいぶ時間かかるようになった印象です。4時代はガチの癒し枠だったよね。報酬も単体ではトップだったし。4G は怒り解除の仕様変更とかもあって、若干とっつきづらくなったな。ちょうど披露してくれてますが、怒り解除の後から前になったんですよね。結局、注意しないとかわせないのは一緒ですが、4G はタイマーがないとかなりわかりづらくなりました。この辺の事情もあって、ギルクエの人気度はラーに水をあけられた感じするよね。我々も4時代のことはあまり覚えてませんけどね、ラー人気は4から絶対的なものでしたし、ただ、わざわざテオに行くことが減った気がします。極限に慣れちゃえば、効率はラー一択ですもんね。発掘の見た目固定ってのもあるしな。ミニラーなら総体力も抑えられるし。見た目に関しては、ラーと別枠になりましたから、そういう意味では 4G で改善してますけどね。ああ、確かに言われてみればそうか。アギトと海底剣って4にはなかったんだっけ。この仕様変更は大きいかもね。4の発掘体験って危険のイメージしかないわ。我々、4時代はそこまでギルクエやってなかったので、ムントとか風流剣が出るクエに憧れてましたね。クエ集め始めたら 4G 出てたからな。懐かしい。さて、昔話してたら移動が来たな。折り返し、かは不明だが、追いかけよう。ようやく怒り入ったか。3回目くらいが一番移行遅いわ。蓄積値、だいぶ変わりますよね。いつも以上に流煙に気をつけねばなりません。今のところ、動きは悪くなさそうですね。15分くらいなら狙えそうじゃないですか。実は、ソロで双剣手をやるの、初めてなんだよね。タイムの感覚が全然わからんわ。双剣手、手数が多いから見た目は派手なんだけど、ダメージ自体はわからんからな。ひるみはよく入ってるように見えますけどね。実際はどうなんでしょう。ただ、総中根より気持ち生存力は高そうに感じるね。モーションの長さ的に当たり前なんだが。コンはちょっと欲張っただけでオツの危険あるから、思ってるより手数抑えないといけないからな。攻撃1回の硬直が意外と長いんですよね。その点、双剣はかなり短めです。立ち回りの鍵はやはり突進連山でしょうかね。擬人化中はこれで締めていくと良さそうです。足を殴りつつ、振り向きタイミングに合わせて尻尾側に抜ける動きが理想的だね。足に突進連山をヒットさせるのはちょい難しいが、攻撃兼移動用と見れば優秀だな。これ、モーションパーセカンドも双剣最大なんでしたっけ。冗談抜きで 4G 双剣を支える存在ですね。リーチの短さも突進連山があれば気にならないしな。片手との一番の違いはここだと思う。片手使ってみるとわかるが、その場で出す攻撃のリーチ、想像以上に短いからね。定点攻撃ができるといえば聞こえはいいですけどね。目の前の V ですら当たらないことがあります。双剣も MH4 では同様の問題を抱えていましたが、4G で一気に脱却しましたね。擬人化しないと話にならない武器だったからね。擬人強化で動けるようになったのもでかいよ。さて、またスパノバが来まして、3回目の怒りが終わりました。時間はまだ5針ではありますけど、まだまだテオくん元気そうですね。今更だけど、これ競争薬持つかな。あと2個しかないんだけど。一応、予備で G じゃない競争も持ってきてますが、効果時間短いのであんまり使いたくないんですよね。節約のために擬人化を解除するのは、火力が下がって本末転倒ですし。双剣はこのスタミナ問題がネックなのがな。言うて、擬人化は絶対必要になるからね。この頃は競争薬があらゆるスタミナスキルの上位互換で、使わざるを得ないのが苦しいところだ。競争エキスも増やすの面倒ですからね。恐竜結晶がどんどん減っていきます。今更だけど、擬人化中に競争の効果時間減る仕様、すんごいいらなかったよね。擬人化でモーション値上がるとは言っても、飛び抜けてるわけでもないし。仕様変更された後も、結局みんな競争飲んでますからね。ス
タミナが減らない効果がついてる以上は根本的な解決になりませんでしたね。そういえば、ワイルズの双剣はスタミナ周りの事情どうなったんだろう。結局、スタミナ管理からは抜け出せてないようなことは、どっかで目にしたけど、ワイルズ自体、最近全然できてませんね。4月頭のアプデで再開しましょうか。アギアも来るみたいだしね。あいつは夏のアプデだそうだが。ラギアは本当に待望の復活って感じですよね。メインシリーズだと8年ぶりですか。近代モンハンには出てなかったので、どんな仕上がりになるか楽しみですね。ベースとしては、モンハンクロスの陸戦順応な感じなんだろうかね。トライ仕様は弱すぎるから、さすがにないか。クロス系のラギアといえば、魔法使いのイメージだな。回転する雷球はやってくれるんだろうか。さすがに、あのままは持ってこれないと思いますけどね。見た目だけでも変えないと違和感やばいですよ。今思えば、モンハンクロス系のラギアって、戦闘面は結構めちゃくちゃですね。復活したことと、ビジュアルで許されてる感すごいよね。正直、戦ってて気持ちのいい部類ではなかったと思うわ。特に、獰猛化は絶対許してはいけないね。あれこそ絶滅するべきだよ。あれは、ラギアがどうこうというより、獰猛化自体の調整の問題ですけどね。いずれにせよ、復活しなければ話もできなかったですし、まずは素直に喜んでおくとしましょう。これで、希少種が海底から脱出できる希望が見えたかな。99% 見えてないと思うけど。アシュも結構絶望的ですよね。原種が陸でも動けちゃうので。さて、再びここに戻ってきました。今時間は11分経ったくらいでしょうか。予想通りだけど、全然終わる気配ないね。総中コンだと、もう終わってる頃かな。ま、使ってるコンは、毒とはいえ最高倍率の完品だし、比べるのは酷ではあるが。総中コンは無属性でも全然使えますからね。打武器というより、ペダントの戦いなところはあります。とはいえ、この武器だって強力な部類ではあります。最低限の結果は出してほしいですよ。140手を生産総研でやるとしたら、何が選ばれるんだろう。クラウィスではないよな。属性的に黄昏になるんじゃないですか。物理も強いですし。406タイプの発掘総研の物理期待値は、極限強化した黄昏とほぼ一緒なのか。切れ味的には、今の武器が圧勝ではあるけど、属性面では負けてるね。ま、竜と爆破も通りは悪いですけどね。総合的にはどっこいくらいじゃないですか。それより装備を見直すとしたらスキル面だと思います。今のところ最近研究家は役に立ってません。結局、一番はそれか。コンには挑戦者2をつけてるのもあるしな。爆破やられになること自体は、特に不都合がないしね。倍率25と外心20の差ってかなりでかいですからね。レオ戦だと弱特挑戦者はデフォで考えた方がいいかも。やっぱり、マルチ時代に組んだものは考え方が違うな。ソロ用なら、もっとリスク取ってもいいかもね。マルチだと、落ちることが一番非効率ですからね。不意に攻撃食らったりもしますし。マイセットの動画も残したことですし、どんどん更新していきましょう。そのためにも、まずはこの一線を越えないとだな。もうすぐ怒り解除だが、全然先が見えない。競争薬 G、これであと1個になりました。少しだけ不安になっております。今の場面、しれっと危なかったな。ノバの時間を見誤ってた。ウレスで助かりましたね。気を抜かずに行きましょう。あ、15分針入っちゃった。目標達成ならず。これは思ったよりかかってますね。なんだかんだ15分は超えないと思ってたんですが。手数が足りないとは思わないので、やっぱり頭脳火力に問題がありそうです。やっぱり挑戦者には必要か。装備組み直して改めてチャレンジしたいな。ようやく終わりましたね。15分半でしたか。こんなものかって感じだね。絶望的なタイムではなかったと思う。それじゃあ、報酬を見ていこう。レア重装剣が2本でしたが、性能はついてきませんでした。せっかく両方純倍率だったのに、ま、仕方ないけど。これはありがたくポイントにさせてもらおう。というわけで、レオ用の双剣セットを使ってみようの回でございました。我々の発掘双剣、いまいち強力なものがないんだよな。生産と大差ないものばっかりだ。状態以上なら差別化できるんですけどね。攻撃属性は割とハードル高いです。やっぱり氷双剣が欲しいですね。倍率かけてもいいから1本くらい欲しいです。テオの後ろ足やラージャンで比較すれば、水と3倍も通りが違うからね。ま、言って出るもんじゃないし、気長に待つとしますか。ほいじゃ、次の動画で。またね。